なのでお尻が痛くなるっていうのはですね、結構こう前に座ってハンドルが近いからこういう風になってる人、これはね確実に尾てい骨が崩壊します。マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。いやー寒くなりましたね。今ね10月の20日、一気に寒くなりましたね。これはねなんか紅葉しないとかっていう話ですけど、秋がほぼなく冬になるんではないかなというような感じがしておりますが、とうとうこの時間がやってまいりました。本当にお待たせいたしました。今年ねあんまりちょっと乗れなかったんですよね、レンタルバイク。そんな中でですね、マサチャンネルが今一番乗りたいバイク、CRF250L です。ですね、ラリーじゃないんだな。ラリーもいいんだけどね、ラリーもいいんですよ。いいんですけど、やっぱりね、この純粋なオフ車としての機動性、これをね、やっぱり生かそうと思ったら L じゃないかなと思います。これはね、ローシートじゃない、ローダウン仕様なんで、シート高は 830mm なんですが、できれば標準のものが乗りたかったんですが、どこにもないので、今日はですね、いつもお世話になっているレンタルバイク、元奥レンタル大宮差し置き店の方からですね、CRF250L をお借りいたしました。ということでね、時間もないので早速やっていきたいと思いますが、全国3万人のマサチャンネルファンの皆様、お待たせいたしました。マサチャンネル、本日のスペックを紹介いたします。身長164センチ、体重58キロ、ベスト体重でございます。そしてですね、足つきに大きく影響すると言われております。ちょいー、股下、鹿が鳴いてますね。股下は 76.5 センチとなっております。同じ身長ですね、164センチの人に比べると多少長いという感じになっております。それではですね、早速やっていきたいと思います。でですね、シート高 830mm って聞くとですね、オフ車のことをそこそこ知ってる方は、相当低いなって思うんですね。なぜかというとですね、先日ですね、惜しまれながらもですね、カタログ落ちいたしましたセローさんが 830mm でした。そしてですね、この CRF250L もですね、830mm でございます。で、830って聞くと、普通のバイクからすると高いんじゃないかなみたいな感じがすると思いますね。僕の乗ってる VFL800X も815なんですけど、結構高いです。それからトレーサー 9GT とかその辺ですね、その辺もね高いなという感じはしました。問題はないんですけどね。だけどこれ見てください。これがね純粋なオフ車というものなんですよ。見てください、これです。乗ってないですよ。乗ってない状態でこんだけ沈みます。こんだけ沈むんです。なので830って書いてあっても
実質830じゃないんですよね。そしてですね、シートの細さスリムなんですよ。なのでクロスカブとかね、そういうスクーターとかそういうね幅広で、ゆったりしたシートとはちょっと違うんですね。これはね、なぜこういうシートがっていうとですね、オフを走る時にですね、ここに座ったりここに座ったりとかね、いろんなところに座るんですね。自分の荷重を前後に前後でコントロールすることができる。なのでこういうシートになってるんですね、オフ車っていうのは。なのでですね、細くてしなやかな足を持っている。なので思ったよりもですね、足がつくんじゃないかなと思うんですけども、またがってみます。よいしょ。はい、どうですかこの沈み込み。そうサスペンションとかも標準の状態になってます。今ですね、お尻の座りの一番いいところ、ケツっていうのをやめました。お尻の一番座りのいいところ、この辺ですかね。このとこじゃないですよ。ちょうどいいところですね。ここに座りました。この状態でですね、サイドスタンド立ってます。こっち側の足べったりついてます。もう足つきの確定ですよね。では起こしてみます。起こすっていうかね、もうなんか乗ったらふわっと沈むんで、もうなんか危ない、こっち倒れちゃう。もうただ立つだけですよ。こんな感じ。どうですか。かかとまでつくかというと、こうやってやったらつくけどね、かかとまでつくかというとそこまではいかないけれど、ほぼほぼかかとに近いところまでついている状態になってます。そしてですね、スタンドを払っています。これがね、おひげさんがないんだな、おひげさんが。だからちょっと払いづらいはづらいんだけども、問題なしですね。ついちゃうな、かかと。この状態ではですよ、実際に走行した時にバッと足つくとかかとまではバッとつくことはつくのかもしれないけど、つま先からかかとがギリギリ拭かないぐらいの感じになると思うんですよね。ただこの状態だともうついちゃいますね、かかとね。ポンと。こんな足つきいいんですよ。クロスカブよりもいいです。そしてですよ、両足ついています。ここです。ここがポイントですね。どうですか。これ片足、これ両足。わかります？変わらないんですよ、実は。で、なぜ変わらないかっていうと、それがね、このシートの細さにあるんですね。スッと足を下ろした状態でほぼほぼまっすぐ出てるのがわかると思います。これクロスカブだとこういうふうに出るんですよね。だけどスッと下に落ちます。そのおかげで片足でも両足でもあまり変わらない。でこれはね、オフ車の特徴ではあるんですけど、やっぱこういう場面がありますよね。こういう場面、要するに林道とか行かれてちょっと U ターンみたいなね、こういう場面でやっぱり両足がパタパタつくっていうのは相当大きな武器になると思います。なので、実際にレースってわけじゃないけどエンデューロとかそういうのでガンガン走るんでしたらシート高い方がいいですけど、林道とかでパタパタ行くような感じだとやっぱりこの車高っていうのは本当に武器になるかなというふうに思いますね。それでね、せっかくまたがったんでちょっとポジションチェックしましょうか。オフ車ってさっき言ったようにすごいシートの座るところの自由度がかなりあるので、いろんなところに座れるんですよ。なのでポジションも自由度が高いです。でちなみになんですけど、本当にケツの座りのいいところ、ケツって言っちゃった。ケツの座りのいいところですね。ケツの座りの悪いところじゃないですよ。ケツの座りの悪い、ケツの座りの悪いとかいで飽きたでしょ。もうこれもうやめようかと思ったんだけどね、これね言ってしまいましたね。それでね、この状態だと
このハンドルの近さですね。背筋が床じゃない、地面と垂直、まっすぐ伸ばします。下ろしていきます。もうこんなとこですよ。こんなとこが設置します。こんなとこです。で、こうなりますね。こんなに余裕あるんですよ。これがね、僕はオフシャがお尻が痛くなるっていう一番の原因かなと思ったりとかするんですけれども、これは後でね、説明しますね。じゃあ、少しね、後ろに座ってみましょうか。スッと。どうですか？ここら辺だと、ちょうどこの辺が設置するので、ちょうど直立でふわっとこう自然に手を置いた場所にあります。なので通常街中とかロングツーリングとか行った時にはこのポジションぐらいに少し下がってあげるといいと思うんですね。じゃあなんでこんな前に座れるんですかということなんですけども、オフってフロント荷重にしたいんですよ。っていうのはバイクって後ろがこうドリフトみたいな感じで流れたりとか、コーナリングでブレーキかけてリアを当てたりとかするんですよ、壁に。でその際に後ろに座ってると自分がすごく振られるんですよね。だけど僕ね、オフ習ってた時にこのタンクにチンチンを突っ込むぐらい前に乗れって言われたんですよ。こういうふうに。そうするとフロントタイヤ、もうねこのフロントフォークの延長線上にこう座るような感じになるんですよね。こういう感じに、こういう感じに。そうすると後ろがこう流れたりとかしても怖くないんですよね。ここは流れてないから。こうやってでしかもフロント荷重にしやすいというところで、こんなところまでシートがあるんですよ。でここまであるのは、タンデムのためにあるっていうことももちろんあるんですけど、やっぱりこうやって見るとこのタンデムのベルトがあるあたり、この辺りまで座ると非常にゆったりとしたポジションになるし、しかもちょっと幅広になってお尻が痛くなる確率がすごく少なくなると思うんですね。なのでオフ車、お尻が痛くなるっていうのはですね、結構こう前に座ってハンドルが近いからこういう風になってる人、これはね確実に尾てい骨が崩壊します。なのでここに座るんなら胸をメーターにつけるようにこういう姿勢で乗らなきゃいけないし、これで苦しいんだったら少し後ろにこう下がってもらうとポジション的には素晴らしく楽な姿勢でいられるんじゃないかなというふうに思いますね。だから荷物なんか積まれる場合もやっぱりなるべくこう後ろに積んで自分が下がれるスペースを残しておくというのがすごく大事じゃないかなというふうに思います。それではですね、141キロと非常に軽いんですけども、ちょっと取り回ししてみたいかなと思います。まさちゃんの動画では、まずは押したり引いたり。めちゃめちゃ軽いよね。なんもクロスカブと同じぐらいかなっていうぐらいの、もちろんクロスカブよりは重たいんですけども、でもなんか思ったより重量あったんだよね。141キロだもんね。俺130キロ台だと思ってたけど、そう考えると V スト SX ってめちゃめちゃ軽いよね。やっぱり揺れだからなのかもしれないね。揺れっていうのはほぼほぼ空冷と同じで、部品点数がすごく少ないですし、僕は素晴らしいシステムじゃないかなと思うんですけどね。全然軽いです。そしてね、ちょっと回ってみるんですけど、このハンドル切れ角ですよ。このさすがのオフ車ですよね。何の問題も起きないんじゃないですかね。ただちょっとこうハンドルがオフ車って幅広で、左にめちゃめちゃ切るとこっちが遠くなるので、結構ちっちゃい子はちょっと難しいかもしれないけど、なるべくこう近づいていけば、こんだけ小回りきますからね。
よいしょ。ここねちょっと上りになって段差があるんで、バックはこういっとく、こういっときます。まあ問題ないと思いますけどね。ほんと怖かったらヒップをバディにつけてバックすれば、こっちの方が絶対怖くないですね。こっちの方がね。こういう感じでバックした方が、ここ登って、よし、登った方が怖くはないと思います。多分このくらいの軽さだったら、多分ほんと力ある人だったらなんかこんな感じで持ち上げられると思うんだよね。こんな感じでね。俺はできないけどね。はい、ということでですね、CRF250L ですね、足つき取り回しポジションチェックをさせていただきました。私ぐらいのね、身長164センチぐらいの、身長の人がやるとですね、なんとなくこの辺かなっていうのはイメージつくと思うんですけど、やっぱりでかい人やるとね、何でも OK になっちゃうんで、なかなか難しいんで、164センチというね、小柄な体を生かさせていただきました。そしてですね、CRF250L のインプレ動画はですね、4本構成となっております。足つき取り回しポジションチェック、それからワインディング、高速道路、そしてですね、ファーストタッチ、総評、燃費報告というね、4つの動画構成となっております。そちらね、概要欄からご覧いただきますと、CRF250L に関しては、ほぼほぼわかるんではないかなというふうに思います。そしてだ、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。ツーリング情報、それからですね、整備動画などいっぱい上げております。この後流れるですね、チャンネル紹介動画をご覧になられてですね、チャンネル登録にご協力をお願いします。1台借りると2万円。昨年は20台借りました。私、はっきり言って厳しい状態になっております。ぜひ皆様の熱いグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。それでは、マサチャンネルこれにてバイナリー。